皆さんこんにちは。レジン大好き小井亜美です。今日はダイソーの新商品シリコーンソフトモールドトライアングルのレビューをします。トライアングルは直線を組み合わせた形をしているので、この直線を活かして作品を作っていきます。簡単に高クオリティな作品を作ることができるので、ぜひ最後までご覧になって真似してみてください。それではダイソー新商品シリコーンモールドトライアングルの使い方始まります。こちらがダイソーの新商品シリコーンモールドトライアングルになります。こちらのトライアングル 1,2,3,4,5,6,7,8 種の形を作ることができます。すべて違う形で8種類も作ることができます。こちらの2つはなんと立体的な三角形を作ることができます。すごいねまずはレジン液を調色していきます。調色パレットに透明のレジン液を出します。宝石の雫ホワイトで着色していきます。なるべく濃くなるように着色していきたいのですが、あまり濃すぎても硬化不良を起こしてしまうので、程よい塩梅で色をつけていきます。混ぜ合わせることができたら気泡が抜けるまでしばらく放置します。気泡が抜けてきたらシリコンモールドにカラーレジン液を入れます。今回はこの対照的な型で作品を作っていきます。モールドに対して半分の高さまでレジン液を入れました。レジンライトで固めていきます。固めることができたら縁がいっぱいになるまでレジン液を入れます。なぜわざわざ2回に分けてホワイトのカラーレジン液を入れているのかというと、今回かなり濃く着色しているので、あまり厚みを持たせて固めようと思うと硬化不良を起こします。硬化不良を防ぐために2回に分けてレジン液を入れていきます。レジンライトで固めていきます。固めることができたらしっかりと中心まで固まっていることを確認してからモールドからレジンを取り外します。シリコンモールドから取り外すことができたら、こちらデコレーションテープを表面と裏面に貼っていきます。ちなみにこちらのデコレーションテープはセリアさんで購入したものになります。このトライアングルはすべて直線状の形をしているので、すごいこのロールテープとの相性がいいです。今回はデコレーションテープを使っていますが、マスキングテープでももちろん大丈夫です。大雑把にカットしたシールを貼り付けることができたら、ハサミでまっすぐカットしていくだけです。
このね、カットする作業が丸とか曲線のあるものだとすごい大変になります。こんな感じでね、レジンに貼り付けたまま大雑把にカットすることができたら、一回ね、レジンからシールを剥がして、この三角形の中の一番長い辺を1ミリくらいかな、1ミリいかないくらい細くカットします。カットすることができたらレジンの上に貼り直します。そうするとね、すごいね、ぴったりな大きさになっているんではないかな。いい感じ。もしね、まだやや大きいなと感じた場合は、もう少しだけ先ほどの一番長い辺を少しだけね、内側をカットしてあげてください。でね、このレジンぴったりに切るより、今回私がカットしたようにやや隙間があった方が頑丈に仕上がります。もう片方もね、この1、2、3辺の中で一番長い辺をカットしていきます。貼り付けることができたら、表面に透明のレジン液を重ねます。レジン液を全面に広げることができたら、フルーツの隙間を埋めるように金箔を入れます。金箔をね、うまくちぎることができないという場合はね、レジン液の中でちぎってあげるとちぎりやすくなるので試してみてください。レジンライトで固めていきます。固めることができたら、もう一度ね、レジン液を重ねて表面をぷっくりさせます。ぷっくりと盛ることができたら、レジンライトで固めていきます。固めることができました。めちゃくちゃ可愛くなったね。そしたらね、ひっくり返して裏側にも同じ処理を施していきたいのですが、ここね、少し欠けてしまっているので、まずはこの穴をわずかに残ったホワイトのカラーレジン液で埋めていきます。これなぜ欠けているのかというと、多分ね、気泡が入っていたんだろうね。カラーレジン液を濃く着色すると硬化不良が怖いのと、あとこうやってね、気泡ができた時に見えにくくなるのがデメリットです。こちらレジンライトで固めていきます。穴を埋めることができたら、先ほどと同じ手順でデザインを作っていきます。固めることができたら完成になります。めちゃくちゃ可愛いね。いちごとブルーベリーのピアスに加工をしました。いいねこれ。なんかさ、ちょっとサンドイッチみたい。今日はダイソーの新商品トライアングルを使ってピアスを作りました。トライアングルのこのね、直線を生かすには、こちらの
デコレーションテープやマスキングテープを使うとすごいね、直線を生かした作品を作ることができます。シールを使うことで簡単に高クオリティの作品を作ることができるので、あなたもお気に入りのデコレーションテープやマスキングテープで作ってみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。